海外でちょっとトレンドが起きてるんですね。まず先に売ってしまうみたいな、そういうトレンドがより加速するんじゃないかなと思います。でじゃあ翌日どれぐらい売れたかっていうと、驚きのことに日本円に換算すると230万240万、それぐらいの売り上げが出ましたと。先に売ってしまったらもう失敗がそもそもなくなるじゃないですか。失敗を減らせるってどういうことかっていうと、それだけ挑戦の回数を増やせるじゃないですか。そのためには作る前にまずは売ってしまう、これが一番いいんじゃないかなと思います。とは言っても自分は別に発信力もないしフォロワーも全然いないしみたいな、全然売れませんよみたいな、そういう方いると思うんですけど、そこも多分勘違いだと思っていて、なんでかっていうと、商品を作る前にまずは売るべきだと思う件。これタイトルだけ聞くと商品作る前に売るって意味わかんないじゃんみたいな感じで思うかもしれないんですけど、海外でちょっとトレンドが起きてるんですね。そのトレンドを作ってる方は誰かっていうと、もちろんこの人一人ってわけじゃないんですけど、いろんな方がやった上でのトレンドなんですけど、僕がよく注目してるのがこちらのピーター・レベルズさんっていう方で、いろんなサービスをガンガンリリースしまくるみたいな、そんな感じの、めちゃくちゃかっこいいタイプの起業家の方なんですね。この方がこの英語のツイートしてるんですけど、要するにここで彼は何をしたかっていうと、ちょっと要約して説明しますね。でまず一つ目に、このピーターさんっていう方が友人がいたんですね。でその友人からメール講座を学びましたと。でメール講座って何かっていうと、メールマーケティングですね。僕もこのブログとか、あと他のメルマガとかをやりながら、必ずサイトでメルマガっていうか、そのリスト取りをしてるんですね。このブログの更新通知をメールで受け取るみたいな。これって日本でもやってる方すごい多いと思うし、海外とかだとメールマーケティングってもう一番定番。じゃあメールマーケティングってどれぐらい価値があるかっていうと、 SNS とかよりも圧倒的に価値が高いっていうふうに言われてるんですね。なんでかっていうと、結局 Twitter とか、Instagram とか TikTok、YouTube も全部そうなんですけど、自分が動画を公開するとか、自分が何かコンテンツをその上で発信したとしても、全てのフォロワーに全然届かない時代なんですね。裏側のアルゴリズムとかがあって。でもその一方でメールの場合だったら、メールを送りますってなったらもう全ての読者に届くじゃないですか。でメールまで購読してくださってる方って、いわゆるそのロイヤルカスタマーというか、一番ちゃんとコンテンツを見てくださってる方、だから発信していく上で何を一番重視するかっていうと、どれだけメールのその購読者が増えているか、ここっていうのを KPI にしていく、目標値にしていく、それが重要なんですね。で実際に僕のデータをお見せしてしまうと、今の僕のそのブログ読者っていうのは5926人。一回リセットしたんですよね。だから一回ゼロになっちゃったんですけど、今年から始めてって感じか。今年から始めて、もともと僕のこと知ってくださってる方もいたので、ツイートしたらこうバーンって一気に増えて、このメールマーケティングがすごい重要ですと。ちょっと話ずれちゃったんですけど、まずピーター氏っていう方が友人からメールマーケティングを学びましたと。そのメールマーケティングの内容っていうのが、友人にビデオを撮ってもらって、それを送ってもらったらしいです。こんな感じでメールマーケティングをすると商品が売れますよみたいな。でピーターさんがその友人からその動画を受け取るじゃないですか。でそれをふむみたいな感じに見たんですね。で見たら、これめっちゃ有益じゃんみたいな。だったらこれそのまま売れるよみたいな。それを友人に伝えたんですね。で普通にこういう話になったら、その後どうなるかっていうと、通常であればその友人の方は分かったみたいな、じゃあ自分メールマーケティングの講座作ってみようと思うから今からちょっとやってみるわみたいな、それが普通の進め方じゃないですか。でも一方でこの海外のエンジニアの方たち、こういったエンジニアの方ってもうめちゃくちゃ生産性高いしお金も稼いでるんですよ。じゃあ何をやったかっていうと、動画講義の決済リンクをそのまま SNS 拡散したんですね。これどういうことかっていうと、友人に送った動画っていうのをそのまま商品にしてしまった。でかつツイートしながら、ここから買えますよっていう感じで SNS で決済リンク入れたんですね。で実際に決済リンクをクリックするとこんな感じで、ストライプっていう決済ツール使っていて、誰でも秒速でこういう決済リンク作れますと。これでLAN E メールって書いてあるんですけど、この、99ドルで買えますよっていう、これをリリースしましたと。でじゃあ翌日どれぐらい売れたかっていうと、驚きのことに、約2万ドルぐらい売れてるので、日本円に換算すると230万240万、それぐらいの売り上げが出ましたと。これってすごいことですよね。こんな感じで今海外のトレンドとして、トレンドっていうかそれ今後も続いていくと思うんですけど、こんな感じで商品を作る前にまずは売ってみる。で売って、それでこういうエンジニアの方っていうのは、まずそのアイディアをそのバリデーションするみたいな言い方するんですけど、バリデーションっていうのがちゃんとその動くかどうかを確かめるみたいな、それをやることによって先に売ってしまったらもう失敗がそもそもなくなるじゃないですか。で売ってしまって、そこから完成したらその買ってくれた人に送るだけみたいな、めちゃくちゃ
効率的ですよね。これがまず背景の話なんですけど、で何を言いたいかっていうと、この方法っていうのは基本的に多分2019年とか18年ぐらいかな、それぐらいから僕結構その自分の商品を作るようになったんですけど、その時から僕はこのアイデアをめちゃくちゃ使ってたんですね。僕はもともと使ってたから僕はすごいですみたいな、そういうことを一切言いたいわけではなくて、あくまでその経験ベースで話した方が分かりやすいと思うので、それを話していきたいんですけど、ただ僕はもともとこういうやり方をしていたけど、当時のやり方と今の最新式のやり方結構変わってくるんですよ。だからそこの比較っていうのも話して進めていこうと思うんですけど、どういうことかっていうと、まず基本的に僕は商品を作る時にざっくり手順5つぐらいでやってるんですね。手順5つってなった時に、聞いてるだけだとちょっと頭入りづらいかもしれないんですけど、まず手順の1っていうのが、まずアイデアをツイートしますと。で手順の2が、そのツイートが伸びたら作るんですね。で伸びなかったら作んないです。でじゃあ手順の3何するかっていうと、ベータ版を作って売りますと。でここまでもう一回振り返ると、まずアイデアをツイートして、それでそのツイートが伸びる。伸びたってことはニーズあるじゃないですか。ニーズあったらそのまま製品をガーって作り込むんじゃなくて、まずベータ版作るんですよ。ベータ版作った後に手順の4としては、そのベータ版売っちゃって、それで買ってくれた一番最初のお客さんの意見っていうのを取り込みながら、それで商品をさらに改良していくんですね。で手順の5としては、最終的に商品が完成してそれを売り出すみたいな、こんな感じでやっていますと。で要するに僕は普段どういう感じで動いてるかっていうと、結局僕の場合は Twitter が好きなので Twitter 使っていて、もし皆さんが YouTube 好きだったらYouTube 使ってもいいですし、好きっていうかその自分が得意なプラットフォームですね。 TikTok 使ってる方だったら TikTok でもいいと思いますし、まずそこでフォロワーの方にアイデアを流してみるといいと思うんですね。こういうのを作ろうと思ってますみたいな、興味ありますかみたいな。例えばYouTube だったら書き込みできるじゃないですか。 YouTube のそのコミュニティ機能っていうのは YouTube にあって、そこにテキストでもできると思うんですね。だから動画1本を作るんじゃなくて、 YouTube チャンネルのテキスト投稿ができる部分に入れると、そういう感じでまずニーズ調査をしていく。それでそこでニーズがあると思ったら作っていくんですね。このやり方がすごいいいと思っていて、なんでかっていうと、今の時代ってすごいもう変化が早いじゃないですか。だから変化が早いから、こういう感じでニーズ確認して、ニーズあるんだったら売っていくみたいな、そういう動き方をした方が失敗を少なくすることができる。で失敗を減らせるってどういうことかっていうと、それだけ挑戦の回数を増やせるじゃないですか。先ほど紹介したピーター・レベルさんって方もそうなんですけど、この方が以前にツイートしてめちゃくちゃバズってたのが、この方の固定ツイートを見ると分かるんですけど、この方っていうのは過去にどれぐらいのサービスを作ってきたかっていうと、結局収益を安定的に生み出しているのが4つって書いてあります。で4つのある程度収益を生み出しているプロジェクトっていうのを生み出すまでに、何個の企業、何個のウェブサービスを作ってきたかっていうと、この方は70個作ってるんですよ。でめちゃくちゃすごくないですか。70個のドメインを取って70個のウェブサービスを開発して、全て世の中に出してきたんですね。でその結果うまくいったのがたった4つだけでしたと。だからここに書いてあるんですけど、 My hit rate is only about 5% みたいな、私の打率は 5% 以下ですと。 5% で僕は正直めちゃくちゃ高いと思っていて、やっぱりこの方っていうのはもともとずっと行動してきて、それで知識とかその経験が上がってきたから、それで 5% ぐらいのヒット率になったわけじゃないですか。でこれ聞いてる皆さんっていうのは多分もっと下がると思うし、僕も全然もっと低いんですね。挑戦回数を増やすことが大切と。でそのためには作る前にまずは売ってしまう、これが一番いいんじゃないかなと思います。でその上で話をさらに進めると、そうは言っても自分は別に発信力もないしフォロワーも全然いないしみたいな、全然売れませんよみたいな、そういう方いると思うんですけど、そこも多分勘違いだと思っていて、なんでかっていうと、実際の記事残ってるんですけど、2017年の9月24日、この時に僕が、バンコクでプログラミングスクールのイサラっていうのを始めたんですね。でこの時僕のフォロワー数はどれぐらいだったかっていうと、3000人とか4000人多分いなかったんですよ。3000とかそれぐらいでした。結果としてどれぐらい売れたかっていうと、5件売れました。で5件売れて、それ単価5万円で売ったんですね。当時これ1ヶ月間の宿泊費込みのスクールだったんですけど、それを5万で売ったんで、ぶっちゃけほぼ赤字というか、ほぼ利益出ない状態だったんですけど、でも一旦実績を作ろうと思って出してみたところ、一応売り上げが立ちましたと。25万円ぐらい。だからこれ聞いてる皆さんも最初から利益を残そうっていう考え別に持つ必要はないと思っていて、最初は全然赤字でもいいと思うんですね。よくそのスタートアップとかもそうなんですけど、バーンレートって言ったりするんですね。バーンっていうのがその燃やすっていう意味で、レートっていうのが割合だから、燃やす割合っていうので、スタートアップ企業とかそういう起業家っていうのはまずお金を確保して、それをどんどん削っていくんですよ。なんでかっていうと、自分の生活費もかかるし、例えばサーバー代とかどんどん減っていくじゃないですか。でこのバーンレートっていうので、お金がゼロになる前に一発当てようみたいな、そういう考え方なんですね。当時の僕もある程度そういう考え方をしていて、最初はもう利益出なくていいやみたいな。でまずはこのイサラっていうのを出してみて、一緒にやった友人もいたんですけど、今となったら結構有名ですよね。翔平さんとかそのデイトラとかも立ち上げてますし、このケイスケさんって方は最近だともう AI にめちゃくちゃハマってる方で、あとこのゆうきさんって方はアフィリエーターとしてもすでに当時から成功
稿してる方だったんですよ。こんな感じの面白いメンツとやりましたと。だからこれ聞いてる皆さんも最初から売り上げを出す必要なくて、イサラの場合も最初全然利益出なかったじゃないですか。でも2回目ぐらいからは価格を上げて15万ぐらいにして、で3回目の開催の時は20万ぐらいかな。で4回目5回目で多分22、3万とか4万とか、徐々に上げていったんですね。で最終的に多分25万ぐらいで落ち着いたと思うんですけど、僕は自分のブログに集中したかったからこのイサラ抜けたんですけど、最終的に多分このイサラ事業で3、4千万ぐらい多分売り上げが立ったと思うんですよね。だから当時の僕は本当にフォロワーたった3000名ですよ。でそこからイサラっていうのが生まれて、でそれで3、4千万の売り上げを作れましたと。でこういう可能性っていうのはこれ聞いてる皆さん全員が持ってると思っていて、じゃあそのためには何をしたらいいかっていうと、もう失敗前提でもいいからまずはこう動いてみる。で最初は利益出なくてもいいじゃないですか。利益出なくても失うのって自分の時間だけですよね。でもなんか時間なんて何もしなくてこう座ってれば過ぎていくわけじゃないですか。でだったら行動した方がいいと。行動した方がいいし、行動しなかった時の後悔のが僕は絶対に大きいと思ってるんで、迷ったら絶対やるようにしてるんですね。最近もタイでちょっと新しく起業しようと思ってるんですよ。でそれで会社を友人と立ち上げていて、そこも最初やるかどうかすごい迷ったんですね。なんでかっていうと、その友人とめちゃくちゃ仲いいんですよ。だから仲いい友人と一緒にビジネスやっちゃうと関係性変わっちゃったら嫌だなみたいな、そこで結構迷ったんですけど、でもやらない後悔のが絶対大きくなると思ったので、僕はもう一回挑戦しようと思って今動いていますと。だからこれ聞いてる皆さんもぜひ行動してみて、それでできれば誰かの後追いとかじゃなくて自分が主体で動いていく、それがすごい重要だと思うんですね。これもちょっと話しとこうと思って、このイサラを作った時に重要だったのが、最初は販売ページだけ作ったんですね。で販売ページっていうのがこのイサラっていうサイトを作る時に、いわゆるその LP 的なやつですね、ランディングページ、こんな感じの販売ページを最初作りましたと。じゃあそれ以外に何か作ったのっていうので、何も作ってないんですね。だからスクールを立ち上げる時に最初にやったのが販売ページを作るだけと。で販売ページ作るだけでリリースしましたと。カリキュラムはどうしたのっていうところで、実際に売れたらカリキュラムを作ろうって思ってたんですよ。でこういう話し方をするとちょっとずるいって思うかもしれないんですけど、でも僕自身当時フォロワーも全然いなかったですし、スクールを立ち上げたことなんてもちろんなかったですし、もう全員全て初心者だったんですね。でそんな中でいきなり全てを作り込んで、カリキュラムを完全に作り込んで、で価格設定とかもちゃんと利益が出るように作り込む、それでリリースして誰も買わないってなったら落ち込むじゃないですか。普通に時間ももったいないじゃないですか。全て作り込んだらやっぱ価格も上げないとダメですよね。例えば最初から25万で売りますみたいな。でもどこの誰かも知らないこの学ぶってやつが2017年に、イサラっていうスクールを立ち上げて、でバンコクにありますと。で価格25万円ですと。誰か来ますか？絶対来ないですよね。じゃあなんで最初5万円で売ったかっていうと、自分の信頼がないから。だったら最初は自分が損してもいいし失敗してもいいと思ったから、だからその価格を抑える。で価格を抑えるためには作り込まないことが重要だったわけですね。そこから話をちょっと戻していこうと思うんですけど、先ほどに僕が自分で商品を作る時に、僕は最初にアイデアをツイートして、でそれでツイートが伸びたら作っていきますよって話をしたじゃないですか。でそれでそのアイデアの検証をしていますと。でも今の時代だったらアイデアを検証するだけじゃなくて、もいきなり売ってしまえばいいんですね。でなんでそういう風に言うかっていうと、実際に僕も何度も経験してるんですけど、過去にツイッターとかでこんな商品作ろうと思いますとか、こういう企画やろうと思います、僕は結構そういうツイート今でもやりますし、過去にずっとやってきました。で結構いろんな方がいいですねみたいな感じでいいねをしてくれるんですね。でそのいいねをしてくださるのめちゃくちゃありがたくて、僕もそういういいねにめちゃくちゃもう毎日救われてるんですよ。でそれは嬉しいんですけど、でもいいねもらった後にリリースするじゃないですか。でリリースしたら売れないってこと結構あるんですね。でなんでそういうことになるかっていうと、結局フォロワーさんとかっていうのはいいねをする際に自分は買いますよっていういいねをする人もいるんですけど、それとは別に応援してますよっていう感じでいいねを押してくれる人もいっぱいいるわけじゃないですか。なんかいいねの種類が全然違うわけですね。でもその一方でこの先ほど言ったピーターさんとかマークさんっていう別の、エンジニアの方もいるんですけど、こういう方のやり方っていうのは、これからこういうものを作ろうと思っていますとか、まずアイデアをツイートしながら同時にも決済リンク載せちゃうんですね。例えばこれがこのマークさんっていうこのエンジニアの方なんですけど、こういう感じのツールを作ろうと思っていますと。でもし使いたい方がいたらもうここからオーダーしてくださいっていう。でそのオーダーの場所を押すと、今ちょっとこのリンク開けませんってなっちゃってるんですけど、最初の頃はこれ変えたんですね。ちゃんと決済リンクがあったんですね。結局どういうことかっていうと、アイデアをこれ欲しいですかって聞くだけじゃなくても、先にこう買ってもらうことによってより深く検証できると、そんなところですね。だからこれ聞いてる皆さんもアイデアを検証していくこと、それがすごい重要で、アイデア自体には価値がないので、もうどんどんそれ世の中に出していって、聞くだけじゃなくても決済リンクも載せちゃうんですね。だからこれ日本でまだやってる人あんまりいないと思うので、今のうちからやっていけば、こ
この人なんかすごい面白いことやってるなみたいな、そういう風になる可能性も全然あるんですよ。だからこれ聞いてる皆さんで何か商品を作るアイデアが浮かんだんだったら、それ投稿しながら決済リンク載せちゃってください。ストライプっていう決済ツール使えば、もし作んなかった時に全部簡単にポチポチってワンクリックで全部返金できるんですね。こういった流れは今後も加速すると思っていて、なんでかっていうと、今のそのストライプっていう決済ツールだと手数料 3% かかるんですよ。だから自分でこの商品を決済リンクで売っていくじゃないですか。でその時に返金をするたびに自分はちょっとずつ損をしていくんですね、その手数料分。でも例えばなんですけど、クリプトとかそのビットコインとかそういうのが発展していくと、もうネット上でお金を送る価格っていうのがもうほぼ 0% になるんですよ。どんな感じのイメージかっていうと、お金っていうのがもうメールと同じ感じになるんですね。メールってこうパンパンパンって送ったり受信したり全然できるじゃないですか。だから例えばこれ今でもできるんですけど、ビットコインのライトニング決済っていうのがあって、そのライトニング決済を使いながら商品を売ると、この商品欲しい人事前に買ってくださいみたいな。で欲しい人ライトニング決済しますよね。で買って実際に商品リリースして、もしじゃあ不満足だったら返金しますよみたいな。その時も返金する時も手数料完全に0円 0% になりますと。こういうふうにお金がもっとメールっぽく送れるようになると、こういうまず先に売ってしまうみたいな、そういうトレンドがより加速するんじゃないかなと思います。で実際このやり方はすごい効率的なのでおすすめですって感じです。結構重要な話だったんで、もしよかったら参考にしてみてください。